求められているっていうのがずっとありましたし、でそれが自分がメインを張ってエアクラナドリトルバスターズって作ってきて、さすがにもう一人の人間から出てくる感動的なお話はもう打ち止めだっていうこれ以上はもう出てこないよっていうところで、ちょうどその後に鳥羽プロデューサーからその話が舞い込んできたんですけども、そこでやっぱり求められたものも泣けるお話をっていうことだったんで、もうないよって話で、最初はもう全然受ける気なくて、情に弱いんですよ俺は。結構頼まれたら断れない性格っていうのがあって、結局は最終的にはそれはいろんな素晴らしいスタッフの方々が集まってくれていいアニメになることは間違いないっていうところはもう今は見えてるんですけど、もう当時は本当に鳥羽プロデューサーの情熱に負けたって、それだけです。情に押されて受ける結果になってしまったんですけど、もうそこからはものすごく苦しみましたね。企画が完成が見えてくるまでは。こうして始まったエンジェルビーツ。しかしそこからが苦難の始まりでした。どういうことを描こうっていうもう何もなしですよね。と一応ねブレインストーミングはしてたんですよ。ブレストはしてて、でもその当時のその鳥羽さんからも当時の中辻さんからも別に何もヒント的なものは上がってこなくて、もう本当に不安なまま過ごしてましたね。その時は並行してリトルバスターズ作ってたんですけど、ほんで何ヶ月後か後に自分がようやくその死後の世界っていうキーワードを思いついて、でもそこから話を作るのもすごく大変で、やっぱりその面白い話じゃなきゃいけないし、泣けるだけじゃダメだし、アニメ見ててやっぱり一話一話あるんで、毎回面白くなくてはいけないし、そうしたらどうしたらいいかとかいうことを考え始めて、もう全然それでプロット書き始めようと思っても全然筆が進まない毎日ですんごい苦しんで、あるきっかけでまずその第1話のアバンっていう部分をバトルから始めようっていうことを思いついて書き始めたら、そこでようやく突破口が開けて、あ、これは面白いものになるっていう手応えがようやくそこで得られて、書き進められました。エンジェルビーツでは今までの前田作品の特徴でもある静かなイメージとは違い、バトルなどの動きを多く取り入れ、新しい前田ワールドが展開されています。とにかく生っていう、要は静かな物語をどうっていう動きのある物語に変えたかったんですよ。でその時の一番それが簡単にできた要素がバトルだったんで、もう重機持たせてぶっ放したら面白くなりました。前半はやっぱりアニメとしての面白さを味わってほしいし、後半はやっぱりそういう自分が今まで手掛けてきたキー作品のようなやっぱり心に響く何か、やっぱり自分は人の心を動かしたいっていうのがやっぱりあって、単なる娯楽作品で終わるんじゃなくてその人の心を動かしたい、でその人のなんか人生にまで影響を及ぼすぐらいのなんかものを作りたいっていうことをずっと思って、それを心がけて作品作りしてるんで、だからそういうシーンがやっぱり後半になってくると増えてきて、2回ぐらいかな、そういう山が多分あると思うんで、その時は全力で自分も視聴者の皆さんの心を動かしにかかるので、それをお楽しみにって感じですかね。この仕事アニメ関わり始めてからいろんな他のアニメとかも見させてもらったんですけど、自分やったらこうするのにとかいろいろありまして、だからエンジェルビーツでは多分全部それが叶うんじゃないかなとか思ってて、例えば絶対に
途中で飽きたりとか間延びしたりとかは絶対しないと思うんですよ、エンジェルビーズは。だからそれは自分が作りたい、自分やったらこんなアニメにするっていうのは常々他のアニメとか見ながら思ってたことは達成されつつありますね。はい。前田純の脚本をアニメーションへと紡ぐのは、ハイクオリティなアニメ制作で知られる新進気鋭の制作スタジオ BA ワークス。前田の世界観を表現するためにスタッフが一丸となり制作しています。そのスタッフを率いるのが監督を務める岸誠二。最初聞いてた話は完全にコメディとして作るものというふうに聞いてたんですね。いざ蓋を開けてみるとですね、とんでもないものだったととんでもない内容、もういろんなものが凝縮圧縮されてる。基本は当然ながらドラマがベースにあるんですけれども、じゃあそこにはコメディだけじゃなくバトルあり、ライブあり、当然お笑いあり、涙あり、こんなに詰まってるものなのかというような代物だったっていうことですよね。もはやテレビでできるのかどうかというぐらいのレベルのものをやろうとしてるんだなというのはよく分かりましたけれど。監督をしてかつてないと言わしめるほどに緻密に織り込まれた前田のストーリー。岸監督はどのようにして映像化したのでしょうか。まずはやはり絵ですよね。単純にまずその画面に映し出される絵ですよね。そこが最低限丁寧にしっかりできているかどうかは、今回は注意してますね。やはりそのお客様も非常に目の肥えた方が多いはずなので、今回はじゃあそれに耐えきれるものを提供しないとということになりますんで、それに対してはやはり相当注意を払って作業させてはいただいてますね。普通のものであればなんでしょうね、テレビシリーズですと多くて6000、7000とか、枚数ですね、動画枚数の話ですけど、それぐらいの枚数でやってるんですけれども、それは多くてですね。でも今回は1話のみに限らず、ですね、とんでもない動画枚数を注ぎ込ませていただいている作品ではありますね。1万とかは言ってるはずです。1万枚。要は通常のアニメーションの通常のテレビアニメーションから言えば軽く2.5 倍ぐらい、要は枚数ですとか、多分質量も 2.5 倍テレビの質量としてはありえない状態でやらせていただいてますね。監督がこだわったのは、通常のテレビアニメ制作ではありえないと思えるほどの膨大な動画枚数。制作現場では日夜スタッフ総がかりでの作業が休みなく続いています。制作の苦労の一端を BA ワークスの堀川プロデューサーに聞いてみました。 SSS のそのメインの十何人っていうのが常に一緒に行動してるんですよ。同じ部屋にいても、あれアニメ的には